失われた30年。バブル崩壊後の2000年初頭から始まった日本経済の長期停滞です。この期間、名目国内総生産はほぼ横ばいでした。実質賃金も伸び悩みました。特徴な現象は3つあります。1つは物価指数が低いまま安定したこと。2つ目は政策金利が低い状態が続いたこと。3つ目は潜在成長率が下がったことです。これらは互いに影響し合い、デフレ心理を固定化させ、資本配分を非効率にしました。原因は4つの側面に分けられます。第1は供給側です。全要素生産性の伸び悩み、労働力人口の減少、資本ストックの活用不足があります。第2は需要側です。民間消費と設備投資が低迷し、輸出競争力が相対に低下し、財政支出への依存が硬直化しました。第3は制度要因です。企業ガバナンスが硬直し、金融システムにゾンビ企業が残り、規制緩和が遅れました。第4は心理要因です。デフレ期待が固定化し、将来不安で貯蓄志向が強まり、企業は内部留保と現金保有を増やしました。まず供給側の構造制約を見てみましょう。上場製造業企業の全要素生産性は80年代後半から急激に低下し、2000年代まで回復の兆しがありませんでした。これは日米貿易摩擦が自動車や電気機器など主力輸出産業に大きな打撃を与え、生産と投資戦略を縮小せざるを得なかったためです。全要素生産性の測定には生産関数推計と指数算式の2つの手法があります。両方の長所と短所を踏まえて複数指標を併用すべきだと言われています。特に産業関連間では、上流産業が上数効果で生産性を押し上げる一方、停滞産業が全体の成長を妨げる構造が明らかになっています。人口動態の変化も供給側の制約です。日本は島国で総人口は1億2316万5千人とされていますが、高齢化と人口減少が進む中で労働投入量は絶対に縮小しています。若年層の技術習得機会が減り、高齢労働者の再訓練コストが増えることで、労働市場の柔軟性が失われ、イノベーションの速度が遅くなります。さらに高齢世帯の過剰貯蓄と消費抑制が内需拡大の障害となっています。デフレ心理、すなわちデフレーション期待の罠は、物価水準の低迷と金利のゼロ金棒固定が相互に強化する仕組みです。この期待が固定化すると、企業は価格引き上げを控え、家計は将来の価格低下を予測して消費を先送りします。その結果、需要不足が常態化し、企業の稼働率が下がり、雇用不安が悪循環を作ります。制度側面では、ゾンビ企業の温存が資源配分の非効率化を助長しました。低金利が長期化する中で、債務超過企業が金融支援を受けて存続し、生産性の低い部門が市場から退出できません。この構造は、資本と労働がより生産性の高い新興企業へ再配分されるべきところを阻害し、全要素生産性の向上を妨げました。また企業の内部留保が増加し、利益の再投資や研究開発への資金配分が伸び悩み、設備投資抑制とイノベーション停滞を招きました。次に需要側と金融面のメカニズムです。企業部門の過剰債務と現金保有が投資意欲を抑え、金融緩和の伝達が阻害される可能性があります。低金利が長期化すると、企業は余剰資金を内部留保として保持し、リスク回避な資金運用に転じます。結果として設備投資の伸びが限定になり、需要回復が遅れます。政策面の歴史検証に移りますと、バブル崩壊後の金融政策と財政政策のタイムラグが顕著でした。不良債権処理の遅れは銀行の貸し出し意欲を抑え、企業の設備投資や技術革新を阻害しました。平成時代の金融緩和は段階に実施されましたが、デフレ期待の根深さに対抗できず、物価上昇率 2% の目標は達成されませんでした。賃金上昇が物価上昇に比して遅れたため、需要拡大の循環が成立せず、企業の生産性向上インセンティブも弱まりました。労働市場の二極化が進み、正規雇用が減り非正規雇用が増えることで、
1資本の蓄積が阻害され、教育、訓練投資の低下が長期な生産性成長にマイナス影響を与えました。長期低金利環境下でゾンビ企業が増加し、資源の非効率配分が常態化しました。日本銀行の長金融緩和政策は、こうした企業の延命に寄与したとの批判があります。ゾンビ企業の存在は、より生産性の高い新興企業への労働力と資本の再配分を妨げ、全体な全要素生産性の向上を阻害しました。企業の内部留保は増大し、設備投資や研究開発への資金配分は伸び悩みました。このキャッシュホーディングは景気回復の足かせとなり、デフレ心理の固定化をさらに助長しました。最新の動向については、具体なミクロデータは欠如していますが、転換点の兆候が見え始めています。賃上げ交渉の活発化やインフレ期待の上昇、半導体やグリーンエネルギー分野への新規設備投資、企業ガバナンス改革の進展が指摘されています。例えば春闘における賃金引き上げ率の上昇は、労働市場の改善と需要刺激の可能性を示唆します。一方、半導体製造装置や再生可能エネルギー関連の投資増加は、産業構造の転換と高付加価値分野へのシフトを暗示しています。企業ガバナンス改革としては、株価純資産倍率が1倍以下の企業に対する自己株買いの促進や、株主還元策の強化が進められています。総合評価として、脱却シナリオと固定化シナリオの2つの未来像が考えられます。脱却シナリオは、生産性主導の成長戦略と賃金、物価の好循環を実現し、政策、企業、家計の三位一体な構造改革で停滞から抜け出す道筋です。具体には AI やデジタル労働を新たな生産要素と位置づけ、医療や製造、サービス分野での生産性向上を図ります。デジタル技術の導入で意思決定支援システムが収益向上や業務効率化を実現し、全要素生産性の底上げが期待できます。労働市場改革では女性や高齢者の労働参加率向上、正規、非正規格差是正、デジタルスキルの普及が不可欠です。企業側は内部留保の適切な活用と投資意欲の喚起、ガバナンス改革による資本配分の最適化が求められます。政府は財政健全化と成長戦略のバランスを取りつつ、AI、IoT、グリーン技術への重点投資と規制緩和を推進し、金融政策の出口戦略と強調な財政政策を実施すべきです。家計側は消費意欲の喚起と貯蓄志向の転換、教育、スキルアップへの投資、年金、医療制度への信頼回復が重要です。一方、固定化シナリオは、高債務と金融政策の限界、人口減少と高齢化の進化、ゾンビ企業の温存が相互に作用し、停滞がさらに固定化する道です。政府債務残高は国内総生産比で 200% を超え、社会保障費の増大と相まって財政の持続可能性が危惧されます。労働力人口の縮小は潜在成長率の低下を招き、消費成功の低下と貯蓄志向の強化が内需拡大を阻みます。地方の過疎化と地域格差の拡大も全国な経済活力を削ぐ要因です。地政学リスクの高まりや国際競争の激化が製造業の競争力低下を加速させ、デジタル、グリーン技術での遅れが国際な競争力をさらに低下させます。政策、企業、家計における構造改革の優先順位は、まず財政健全化と成長戦略の両立を図る持続可能な財政構造改革です。その上で、AI、IoT、グリーン技術への重点投資と規制緩和を進め、労働市場の柔軟化と再教育制度の充実で労働移動を促進します。企業は内部留保の適切な再投資と配当のバランスをとり、組織のフラット化と意思決定スピードの向上を図り、デジタル人材の採用と育成に注力すべきです。家計は消費意欲の喚起と貯蓄志向の転換を促すため、教育、スキルアップへの投資を奨励し、年金、医療制度への信頼感を回復させ、女性と高齢者の労働参加を支援する政策が必要です。結論として、日本経済は安定停滞、
から抜け出すか、日本病の進化に向かうかの分岐点に立っています。前者を実現するには、生産性主導の成長戦略、賃金、物価の好循環、そして政策、企業、家計の三位一体な構造改革が不可欠です。一方、債務負担の増大、高齢化の進行、地政学リスクの複合が重なる場合、停滞の進化は避けられません。したがって、政策立案者、企業経営者、市民社会が連携し、全体最適を目指した包括な改革を推進することが、日本の未来を左右する鍵となります。全要素生産性 TFP の歴史推移と構造要因1900年代初頭のバブル崩壊以降、日本の全要素生産性は先進国平均を大きく下回り低迷し続けました。内閣府の統計によれば、平成元年の実質 TFP 成長率はマイナス 2.5% に達し、その後の10年間で平均に 0. 点近くに止まりました。特筆すべきは2008年の世界金融危機後に一時にプラスに転じたものの、再び 0.3% 前後に沈静化した点です。この停滞の根底には、資本装備率の伸び悩みと研究開発投資比率の低下が相互に作用した構造問題があります。まず資本装備率についてです。80年代末期まで製造業の設備投資が過熱し、機械装置の稼働率が高止まりしましたが、バブル崩壊後は設備更新サイクルが長期化しました。その結果、同業他国が導入した最新鋭の自動化ラインやロボティクス技術に対し、日本企業は旧式設備の延命策に依存しました。労働単位あたりの付加価値創出効率が低下し、TFP の上昇余地が縮小しました。次に研究開発投資比率です。GDP 比で見ると、2010年代前半まで 0.7% 台にとどまり、欧米諸国が 1.5% 以上を維持する中で格差が拡大しました。特に情報通信分野におけるベンチャー企業へのベンチャーキャピタル供給が限定であったことが、イノベーション創出の速度を抑制しました。政府は1414年に、イノベーション創出支援法を制定し、研究開発税制の拡充や産学間連携プラットフォームの整備を図りましたが、制度設計の遅延と地方大学の研究基盤不足が課題となっています。せっかくの仕組みがあっても、実際にはうまく機能しませんでした。さらに、働く人のミスマッチも、生産性が上がらない大きな原因になっています。高いスキルを持つ人が都会に集まってしまい、地方の中小企業では、熟練した職人を確保することにとても苦労しました。その結果、働く人の数は増えても、スキルを持つ人が適切な場所に配置されず、全体の生産性を上げるまでには至らなかったのです。最近では、政府がデジタル人材を育てる計画を立て、インターネットで学べる仕組みを全国に広げましたが、受講する人の数は期待していたほどではありませんでした。日本の人口は2008年をピークに減り始めており、2025年には1億2000万人を割り込むと言われています。働く人の数も2015年には6000万人を下回り、毎年約70万人ずつ減り続けています。これは単に人手が足りなくなるだけでなく、人々の買い物の仕方やお金の貯め方まで変えてしまいます。お年寄りの消費は、医療や介護などのサービスが中心で、家電などの高い買い物やレジャーに使うお金は少なくなります。そのため、国内の需要がサービスに偏り、新しい投資を呼び込む力が弱まってしまいます。さらに、年金への不安から貯金に回す人が増え、自由に使えるお金を消費に使わなくなります。これが、物価が上がらないという不安をさらに強める悪循環を生みます。実際、2023年の調査では、消費したいという気持ちが過去最低となり、貯蓄率は 3% 以上に上がりました。人口減少は、地域ごとの格差も広げます。地方の役所は税金が減り、お年寄りが増えるため、公共サービスを維持するのが難しくなっています。例えば、北海道のある小さな町では、学校が次々と統合され、若者がどんどん町を出て行きました。その結果、地元の企業は深刻な人手不足になり、
会社を続けていくことが危ぶまれるケースも報告されています。こうした地方の経済の縮小は、日本全体の成長力を押し下げる圧力となります。物価が下がり続けるという予想、つまりデフレ期待は、企業の価格設定や、私たちが物を買う時の心理に深く関わっています。企業は、将来に商品の値段が下がると予想すれば、在庫を減らして価格競争に走ります。すると、利益が出にくくなります。家計側も、将来もっと安くなると考えれば、買い物を後回しにして貯金を増やします。これがデフレ期待の罠と呼ばれる悪循環となり、経済全体の需要を抑え込んでしまいます。日本銀行は長い間、金利を極めて低く抑える政策や、市場にお金を大量に流す量緩和を言ってきました。しかし、金利がほぼゼロになると、さらなる緩和の効果は薄れていき、資産の価格もそれほど上がりませんでした。特に、長期金利をコントロールする手法は、短期金利をマイナスにしても、企業の借りたいという意欲を根本に変えることはできませんでした。企業は金利が低くても、お金を社内に溜め込む傾向が続き、設備投資に回る資金が増えませんでした。この背景には、いわゆるゾンビ企業の存在があります。金融機関が悪い債券の処理を後回しにし、低金利で融資を続けたため、本来なら市場から消えるはずの収益性の低い企業が生き残ってしまいました。これにより、資源の配分が非効率なまま固定されました。ゾンビ企業が労働力や資本を抱え込んだことで、新しい企業への流れが妨げられ、全体の生産性が上がらなくなりました。また、企業が貯めたお金も、株主への還元や研究開発に回る割合が低く、お金の循環が止まってしまったのです。最近、日本銀行は、この金融緩和を正常な状態に戻そうとする議論を始めています。具体には、長期金利の上限を段階に引き上げ、金利が上がることを認める方針を示しました。また、買い入れている資産の範囲を絞り、保有額を徐々に減らすバランスシート縮小という路線も検討されています。これにより、市場の金利が自然に上がり、企業が投資を判断する際に、金利がしっかり影響を与える仕組みが再び作られる可能性があります。しかし、金融政策だけでデフレの真理を消し去ることは難しいでしょう。金融緩和の効果が限界に近づく中、政府の財政政策との連携が欠かせません。特に、デジタルインフラの整備や、環境に優しいグリーンエネルギーへの転換に重点に投資し、需要を作りながら産業の構造を変えていくことが求められています。これにより、民間の投資意欲を呼び起こし、物価が緩やかに上がる期待へと変えていく土壌を作ります。ゾンビ企業の問題に対処するため、政府は企業再生支援法を改正し、破綻した企業を早く整理して資産を有効に使う仕組みを導入しました。具体には、裁判所が進める再建手続きの中で、債権者と経営者が一緒に事業の価値を評価し、合理な事業譲渡や部門の切り離しを行うことを義務付けました。また、地方銀行に対しても、悪い債権を早く処理することを促す仕組みを提供しました。この改革によって、いくつかの業界で再編が進んでいます。例えば、伝統な繊維業界では、古い工場を閉鎖する代わりに、ハイテク素材を開発する新しい企業に資産を譲渡し、より価値の高い製品作りへの転換を試みています。鉄鋼業界でも、余分な設備を減らし、再生可能エネルギーを使った新しい航路を導入する計画が立てられました。環境への対応と生産性の向上を同時に目指す動きが出てきています。こうした産業の再編は、お金と人を適切な場所に配置し直すことになり、全体の生産性を底上げする可能性があります。ただし、再編の過程で一時に失業者が増えるリスクがあるため、政府は職業訓練や再就職の支援を強め、労働市場の柔軟性を高める対策を同時に行う必要があります。日本が長い停滞から抜け出す鍵は、デジタル技術とグリーンエネルギーの融合にあります。政府はデジタル社会実装戦略に基づき、行政手続きのオンライン化やスマートシティの構想、
産業用ロボットの普及を進めています。これにより、企業は業務の自動化やデータに基づいた意思決定ができ、労働生産性の向上が期待できます。一方、グリーンエネルギー分野では、再生可能エネルギーを広げるとともに、電池の製造や水素を供給するインフラ整備が国家な課題となっています。特に水素エコノミー構想は、輸送や物流、重工業の脱炭素化を支える重要な柱として、国内外の投資家から注目されています。政府は、研究開発への補助金や税金の優遇措置を組み合わせ、技術革新を早めると同時に、民間のお金が入りやすいように壁を低くする政策を展開しています。デジタルとグリーンの相乗効果は、産業全体の価値づくりを変えます。例えば、スマートファクトリーでは、センサーがリアルタイムでエネルギー消費を最適化し、同時に AI が生産スケジュールを最適化することで、コスト削減と生産性向上が同時に実現できます。これは、従来の機械への投資とは異なるソフトウェア投資の重要性を示しており、企業が貯金をデジタルインフラへ回す動機になります。人口減少が激しい地方では、その土地の資源を生かした産業育成が欠かせません。政府は地域産業振興基金を作り、農林水産業の価値向上や観光資源のデジタル化を支援しています。具体には、農産物がどこで作られたかを証明する仕組みや、オンライン販売の仕組みを作ることで、地方の産品を国内外の市場へ広げる取り組みが進んでいます。また、地方の大学と企業の連携を強める拠点の設置が進み、地域に特化したイノベーションの場所ができつつあります。例えば、東北地方のある大学では、再生可能エネルギー技術と地域産業を組み合わせることをテーマに、学生とベンチャー企業が一緒に試作品を作り、実験を経て事業化につなげています。こうした地域密着型の革新は、地方経済が自ら成長することを促すだけでなく、日本全体の産業を多様にすることにも寄与します。働く人の減少に歯止めをかけるため、政府は子どもの数を増やす策と、より多くの人が働けるようにする策を同時に進めています。子どもを増やす策としては、保育所の無償化や待機児童をなくすための子育て支援総合パッケージが導入され、特に共働き世帯が時間な余裕を持てるように狙っています。さらに、長時間労働を正し、仕事と生活の調和を目指す働き方改革法の改正により、残業時間の上限規制やテレワークの推進に法な根拠ができました。より多くの人が働くための策では、高齢者の再雇用と女性の就業支援が重点課題です。政府は、シニア世代のスキルを学び直すプログラムを充実させ、高齢者を雇う企業に税制上のメリットを与えています。また、女性がキャリアを続けられるよう、社内保育施設の設置を義務付け、出産や育児休業の取得率を明らかにさせる制度を導入しました。これらの政策は、働く人の質の向上とともに、消費を底上げする効果も期待できます。財政赤字の拡大は、長期な成長戦略を揺るがす大きなリスクです。政府は、支出を減らし収入を増やす財政再建、成長投資パッケージを策定し、無駄な補助金を削って税金の基盤を広げようとしています。特に、消費税率を段階に上げると同時に、所得が低い人への税額控除を組み合わせることで、負担の不公平感を和らげながら財源を確保する方針です。一方で、成長のための投資としては、古くなったインフラの対策とデジタルネットワークの整備が重点に行われています。高速道路や橋の耐震化に加え、全国に光ファイバー網が敷かれ、地方の企業が高速通信を使えるようになります。これにより、リモートワークやクラウドサービスが広がり、地域間の情報格差が縮まり、働く場所の自由度が高まるという効果も期待できます。日本は、アメリカと中国の覇権争いや、部品などの供給網の再編成という地政学なリスクに直面しています。これに対応するため、政府は安全保障経済戦略を立て、重要な産業を国内に戻し、代わりの供給源を確保することを進めています。具体には、
半導体の製造装置や先端材料の国内生産拠点を新しく作り、海外への依存度を下げると同時に、国内企業の技術力を強める政策をとっています。また、自由貿易協定や経済連携協定を活用して、輸出先の国々を増やすことで、一つの市場に頼りすぎるリスクを分散させる戦略が進んでいます。特に、アジア太平洋地域との連携強化は、日本企業が新興市場でシェアを広げるための重要な柱となっています。これらの多くの課題と対策をまとめて実行するため、政府は日本再生ロードマップを策定し、5年日本は中期目標と10年ごとの長期ビジョンを明確に示しました。そのロードマップは4つの大きな柱で成り立っています。第1の柱は生産性革命です。AI やロボット、ビッグデータを活用してすべての産業の効率を上げ、新しい価値を生み出す取り組みです。例えば、工場でロボットが単純作業をこなし、人間はより創造な仕事に集中できるようになる。そんな未来が目指されています。第2の柱は、労働市場改革です。男性も女性も、高齢者も若者も、誰もが公平に働き、スキルを磨ける社会を目指します。例えば、子育て中の親が柔軟な時間で働けるようになったり、定年を迎えた人が経験を生かして新しい分野で活躍できたりする。そんな環境を整えることで、人の力を最大限に引き出すのです。第3の柱は、財政、金融協調です。国のお金の使い方と、銀行などの金融政策をうまく調整しながら、成長のための投資と財政の健全化を両立させる取り組みです。例えば、道路や学校などの公共事業に投資する一方で、無駄な支出は抑える。そんなバランスを取ることで、経済を安定させるのです。第4の柱は、地域、産業多様化です。地方を活性化させ、産業を再編することで、国内の需要を高め、国際競争力を強化します。例えば、地方で新しい産業が生まれ、地元の特産品が世界に売り出される。そんな取り組みで、日本全体の経済を底上げするのです。これらの取り組みを進めるために、政府は、統合推進委員会を設置します。これは、様々な省庁が協力し合う組織です。進捗状況や成果は、リアルタイムで確認できるデジタルダッシュボードで管理されます。また、民間の企業や大学の研究者で作る、第三者評価パネルが定期に政策の効果をチェックし、改善点を提案します。これにより、政策は柔軟に適応していくのです。こうした取り組みを通じて、日本は全要素生産性の向上、人口構造の変化への対応、デフレ期待からの脱却、ゾンビ企業の排除、そして金融政策と財政政策の協調を進めます。これにより、長期停滞の穴から抜け出し、持続可能な成長へと向かうことができるのです。すべての関係者が自分の役割を理解し、お互いに協力し合うことで、真の構造改革が実現し、次世代に誇れる経済基盤が築かれるでしょう。最近の研究では、日本経済の根本な問題として、全要素生産性の停滞が指摘されています。特に、1990年代以降、全要素生産性の成長率は先進国の平均の半分以下にとどまっています。これは、技術革新の波が十分に広がっていないからです。なぜこうなってしまったのか、その理由の一つは、新しい発明やアイデアが商品やサービスとして市場に出るまでのプロセスが分かりにくいことです。また、研究開発への投資が短期な利益を求める圧力に押しつぶされてしまうこともあります。さらに、産業同士の連携が不足していることも原因の一つです。政府はこれに対処するため、イノベーション・インフラ整備法を改正し、大学から生まれたベンチャー企業への資金支援を強化します。また、民間のベンチャーキャピタルと大学を結びつけるマッチングプラットフォームを全国規模で作る計画を進めています。次に、デフレ期待の罠についてです。
企業が将来物価が下がるだろうと思い込み、設備投資や雇用を控える。これが長く続くと経済が停滞してしまいます。実際、過去に10年で企業の内部留保は 30% も増え、現金や預金の割合は国内総生産の 15% に達しています。これは金融緩和でお金を借りやすくなったにもかかわらず、企業がリスクを避けようとする結果です。いわゆるコーポレートキャッシュホールディングと呼ばれる現象です。対策として、法人税の減税幅を段階に縮小し、一定以上の内部留保に対して課税を強化する留保課税制度の導入が議論されています。また、ベンチャー企業への投資を促すため、上場基準を緩和すると同時に、投資家を守る仕組みを強化することで、資本市場を活性化させる取り組みが急がれています。さらに、ゾンビ企業の存在も無視できません。ゾンビ企業とは、経営状態が悪化しているにもかかわらず、銀行から低金利でお金を借り続け、なんとか生き延びている企業のことです。こうした企業は、景気が良くなっても新しい投資に踏み出せず、経済全体の資源配分を非効率にしてしまいます。日本銀行は2023年以降、企業向けの長期金利の上限を段階に緩和し、信用リスクを適切に評価するよう促しています。しかし、実際の貸し出し行動はまだ慎重です。そこで、金融庁は、ゾンビ企業再編支援プログラムを創設しました。これは、破綻のリスクが高い企業に対して、事業を抜本に見直すための公資金を提供し、債務整理をスムーズに進めるための特別委員会を設置するものです。これにより、企業が事業モデルを変える際の障壁を下げ、健全な企業への資金の流れを促進することを目指しています。人口高齢化が経済成長に与える影響も見逃せません。高齢者は医療や介護サービスにお金を使う割合が高く、可処分所得の多くが必需品に向かうため、総需要の拡大効果は限られています。これに対抗するため、政府はヘルスケア・イノベーション推進戦略を策定しました。AI を活用した診断支援や遠隔医療プラットフォームを標準化し、医療機器製造の国内シェアを拡大することを目指しています。高齢者がテクノロジーを使いこなせる環境を整えることで、新たなサービス需要を生み出し、付加価値を創出する狙いです。また、労働参加率を向上させるためには、働き方そのものを多様化することが不可欠です。例えば、地方自治体が主導する、シニア・シェアリング・エコノミー・プロジェクトがあります。これは、退職した熟練技能者が、地域の中小企業やスタートアップに対して、時間単位で自分のスキルを提供する仕組みです。北海道のいくつかの市町では、農業機械のメンテナンスや観光ガイド業務でシニア人材が活躍し、年間で約5億円の付加価値を生み出しています。こうした取り組みは、労働市場の硬直性を緩和し、人口減少下でも地域経済を持続可能にするモデルケースとして注目されています。金融政策と財政政策の協調についても進展があります。日本銀行は、イールドカーブ、コントロールの柔軟化を進める一方で、財務省は、成長財政の概念を再定義し、公共投資の選別基準を、長期な生産性向上効果に重点を置く方針を示しました。具体には、再生可能エネルギー関連のインフラや次世代通信ネットワークへの投資は、投資回収期間を10年以内に設定し、成果指標をリアルタイムでモニタリングする仕組みを導入します。これにより、無駄遣いを防ぎつつ、民間資金の参入余地を拡大することが期待されています。最後に、長期停滞理論を踏まえた長期ビジョンとして、政府は第二次産業革命への転換を掲げています。2030年までに再生可能エネルギーの比率を 50% に引き上げ、同時にデータセンターや量子コンピューティング施設の国内建設を促進することで、ハイテク産業の集積を図る計画です。これにより、従来の製造業中心の成長モデルから脱却し、
知財産とサービス主導の経済へとシフトする土台を作るのです。以上の多面なアプローチを統合に実行すれば、全要素生産性の底上げ、デフレ心理からの脱却、ゾンビ企業の淘汰、そして高齢化社会に適応した新しい成長パラダイムの構築が実現可能になります。日本が抱える構造課題は依然として深刻ですが、政策の連携とイノベーションエコシステムの活性化によって、持続な経済拡大への道筋を描くことは決して不可能ではありません。